それが最後の普通の朝になるとは知らなかった。目が覚めた時、天井が白かった。2018年の秋、韓国ソウルの静かな郊外で、一人の男の人生は音を立てて崩れ落ちた。交通事故。それは突然だった。目が覚めた時、彼の両足はもうなかった。病院の白い天井を見つめながら、彼は何度も同じことを思った。もう終わりだと。それから8年の月日が流れた。2026年5月、ヒマラヤの稜線に1台の車椅子が現れた。標高5364メートル。空気は薄く、風は葉のように冷たい。息をするたびに肺が悲鳴を上げる。それでも彼は止まらなかった。頂上まであと500メートル。その瞬間、彼の体力は限界を超えていた。手が震える。視界がぼやける。もう無理だと思った。ところがその時、隣に座る妻がそっと耳元でつぶやいた。ここまで来たじゃない。たった一言だった。たった一言が全てを変えた。現地のシェルパたちが声を揃えて彼の名を呼んだ。岩肌に響く力強い声。雪煙の中で車椅子はゆっくりと、確かに前へ進んだ。そして彼は頂上に立った。いや、座ったまま頂上にたどり着いた。62歳の男が、両足を失った男が、世界で最も過酷な山の頂で空を仰いだ。その瞬間、彼の目から涙がこぼれた。声にならないおえつが薄い空気の中に溶けていった。切断手術の後、初めて感じた生きているという感覚を。生きていてよかったと。この男は一体何者なのか。8年前のあの事故の日、彼の心の中で何が起きていたのか。次は彼の本当の物語の始まりをお伝えする。彼の名はパク・ソンジュン。1964年、韓国の小さな港町に生まれた。幼い頃から山が好きだった。故郷の裏山を駆け回り、崖をよじ登り、頂から見える海に向かって叫んだ。その少年がやがて登山家としての夢を胸に抱くようになるのはごく自然なことだった。20代の頃、彼はすでにいくつもの山を制覇していた。体力も意志も人一倍強かった。仲間たちは言った。ソンジュンが諦めるのを見たことがない。と、山だけではなかった。彼は誠実に働き、家族を愛し、ひたすら前を向いて生きてきた男だった。妻の友人とは30代の半ばに出会った。彼女もまた自然を愛する人だった。二人は週末ごとに山へ向かい、山頂で握り飯を食べ、笑い合った。そんな穏やかな日々がずっと続くと思っていた。だが、人生は時として何の予告もなく牙を剥く。2018年11月のある朝、霧の深い交差点で一台のトラックが信号を無視した。その瞬間まで彼は何も知らなかった。気づいた時には病院のベッドの上にいた。白い天井がぼんやりと見えた。体が重かった。足の感覚がなかった。医師の声が遠くから聞こえた。両脚を切断しました。その言葉の意味が頭に届くまでしばらく時間がかかった。やがて理解した瞬間、世界が音を失った。54歳だった。山を愛した男が山に近づく手段を奪われた日だった。退院後の日々は長く暗かった。車椅子に座るたびにかつての自分が遠ざかっていくように感じた。鏡を見ることができなかった。妻の顔をまともに見られなかった。生きている意味を見つけられなかった。それでも彼の傍らにいつも友人がいた。彼女は多くを語らなかった。ただ静かに隣に座り続けた。そのぬくもりだけが彼をかろうじてこの世界につなぎ止めていた。絶望の底で彼はある夜、窓の外の星空を見上げた。その時、胸の奥に
かすかな何かが灯った。消えかけた炎の最後の一かけらが、次はその炎がどのように燃え上がったのか、二人の出会いの深さとともにお伝えする。あの夜、窓の外に灯った小さな炎。それはかつての記憶から生まれたものだった。ジョンは事故の前から山が好きだった。週末になると妻の友人と近くの丘を歩いた。大きな山ではない。それでも頂に立つたびに胸が広がる感覚があった。その感覚を彼は8年間忘れられずにいた。友人と出会ったのは30代の終わりだった。山岳サークルの集まりで彼女は一番後ろに座っていた。派手ではない。ただ静かな目をしていた。険しい登山道で転びそうになった彼を無言で支えたのが最初だった。言葉より先に手が動く人だった。それがジョンウにとって何より心強かった。二人は山を登るたびに近づいていった。頂で食べるおにぎりがどんな料理より美味しかった。風が強い日も霧の深い日も必ず二人で頂に立った。それが二人の間の約束のようなものになっていた。事故の後、その約束は砕けたと彼は思っていた。病脚を失った日、山はもう自分のものではないと覚悟した。リハビリ室のベッドの上で窓の外を眺めながら何度も目を閉じた。友人は泣かなかった。少なくとも彼の前では。ただ毎日来た。手を握った。黙ってそこにいた。ある朝、彼女がぽつりと言った。また一緒に風に当たりたいね。山の話ではなかったかもしれない。でもジョンウにはそう聞こえた。その言葉が胸の奥に刺さった。痛みではなくぬくもりとして。退院から半年後、彼は初めて車椅子で外に出た。近所の小さな公園だった。風が吹いた。葉が揺れた。空が思ったより広かった。友人が隣で微笑んだ。その瞬間、彼の中で何かが動いた。消えかけていた炎が静かに、しかし確かに燃え始めた。もう一度頂に立ちたい。車椅子でもいい。どんな形でもいい。風の中に立ちたい。その思いが8年間の準備の最初の一歩となった。次はその決意がどのように形になっていったのか、最初の大きな試練とともにお伝えする。8年という時間は長い。長すぎるほど長い。絶望の底にいた男がどうやって這い上がったのか。その道のりは決して一直線ではなかった。リハビリ施設の廊下で何度も泣いた。車椅子のタイヤが壁にぶつかるたびに怒りがこみ上げた。なぜ自分が。その問いに答えは出なかった。しかしある朝のことだった。妻の友人が一枚の写真を持ってきた。ヒマラヤの稜線、白く輝く頂、あなたが一番好きだった場所。彼女はそれだけ言った。それ以上は何も言わなかった。言葉より沈黙が深く刺さった。男の名はキム・ジョンウン、62歳。2018年の交通事故で病脚を失った。手術室から出てきた日、彼が最初に感じたのは痛みではなかった。自分という存在が半分になった感覚だった。リハビリは過酷だった。腕だけで身体を支える訓練。段差一つが山のように感じる日々。雨の日は特にからかった。濡れた路面で車椅子が滑る。転倒する。誰かに助けられる。その繰り返しがプライドを削った。それでも友人はそばにいた。黙って隣に座っていた。励ましの言葉は多くなかった。ただいた。その存在が灯台だった。3年が過ぎた頃、ジョンウォンは山岳ガイドの友人と再会した。お前ならできる。友人はまっすぐに目を見ていった。腕があれば山は登れる。最初は笑い飛ばした。バカにするなと思った。だが
その言葉は頭から離れなかった。夜中に目が覚めるたびに、その声が聞こえた。腕があれば、山は登れる。やがて、彼は動き始めた。専用の車椅子を設計した。岩場を想定した。腕力強化の訓練を始めた。標高の低い山から、少しずつ、挑んだ。転んだ。また、立ち上がった。いや、正確には、立ち上がれない。それでも、前に進んだ。8年間の準備は、諦めと再起の繰り返しだった。そして2026年の春、彼はネパールの地に降り立った。風が頬を叩いた。空気が薄かった。それでも胸の中に確かな熱があった。次に彼が見つけたのは頂上ではなく、そこに至るまでの道に宿る静かな幸福だった。彼にも幸せだった時間があった。長い春の日のような時間が。62年の人生の中で最も輝いていた季節は50代の初めだった。仕事は順調だった。妻との暮らしに静かな豊かさがあった。週末には2人で近くの山を歩いた。汗をかいて笑って夕日を眺めた。あの頃の彼は足があることを考えたことすらなかった。歩けることが当たり前だった。立てることが空気のようだった。幸せとは気づかないうちにそこにあるものだった。2026年の春、彼はネパールの空気を吸いながらその頃のことを思い出していた。懐かしさではなく感謝として、失ってから初めて見えるものがある。それは残酷な真実だけれど同時に深い恵みでもあった。あの事故が起きたのは2018年の秋だった。何の予告もなかった。朝、普通に目が覚めた。普通に朝食を食べた。普通に車のキーを手に取った。それが最後の普通の朝になるとは知らなかった。交差点で全てが変わった。目が覚めた時、天井が白かった。消毒の匂いがした。妻の泣き声が遠くに聞こえた。医師の言葉は短かった。両足を切断しました。その瞬間、時間が止まった。音が消えた。世界が小さな点になった。彼は泣くことも叫ぶこともできなかった。ただ、天井を見つめた。何時間も何時間も、ただ見つめ続けた。幸せだったあの日々が遠い過去の映画のように感じられた。あれは本当に自分の人生だったのかと思った。あの足で歩いた山道はもう二度と歩けない。妻と並んで歩いた夕暮れの道も、それでも人生は続いた。残酷なほど続いた。朝が来るたびにまた生きなければならなかった。しかしその続くことの中に彼はやがてかすかな光を見つけていく。失ったものではなく、残ったものを、奪われた自由ではなく、与えられた今を、それに気づかせてくれたのは、いつも傍らにいた一人の人間だった。頂上まであと500メートル。その数字が逆に彼を追い詰めた。足がない。いや、正確にはあった。しかし、もう動かない足が、車椅子のグリップを握る手が震えていた。高度5000メートルを超えた空気は薄く冷たく容赦がなかった。肺が悲鳴を上げている。腕だけでここまで来た。8年間この日のために積み上げてきたリハビリの痛みも周囲の眼差しも自分の中の諦めという声も全部押しつぶしながらここまで来た。それなのに彼の手が止まった。もういい。声に出したわけではない。ただ心の中でそうつぶやいた。達成できなくても十分だ。ここまで来られただけで十分じゃないか。そう自分に言い聞かせながら実際には逃げようとしていた。恐怖から失敗という現実から、そしてもし登れなかった時の自分の顔から。その時だった。
隣に気配があった。妻の声が聞こえた。ねえ、見て。彼女は山の上を指さしていた。あそこに空がある。たったそれだけだった。それ以上の言葉は何もなかった。励ますわけでも叱咤するわけでもなかった。ただ空を見せてくれた。8年前、事故の後、病院のベッドで天井を見つめていた彼に彼女はこう言った。あなたが生きていてくれた。それだけで私には十分。あの日も彼女は何も求めなかった。ただそこにいてくれた。人は励まされるより旗にいてもらう方が強くなれることがある。彼はそのことを今5000メートルの稜線で改めて知った。現地のシェルパたちも黙って待っていた。せかさなかった。見捨てなかった。言葉もなく、ただ彼の隣に立っていた。その重さが彼の背中を押した。腕に力が戻った。グリップを握り直した。一回、また一回。車輪が雪を踏んだ。頂上までまだ遠いけれど彼はもう止まらなかった。支えてくれる人がいる。その事実だけが人を動かすことがある。諦めの手前で人は誰かの存在によってもう一度だけ立ち上がれる。次の一手が新たな景色を連れてくる。変化は突然やってくるのではない。静かに積み重なった日々の中からにじみ出てくるものだ。彼の場合もそうだった。頂上まであと500メートル。その手前で一度だけ諦めかけた。しかし妻の声が彼を引き止めた。言葉ではなかった。ただそこにいたその存在が全てだった。グリップを握り直した時、何かが変わった。体ではない。心の奥底にあるものが動いた。事故から8年。両足を失ったあの日、彼は生きる意味を一緒に失ったと思っていた。病院のベッドの上で天井だけを見つめた日々、リハビリ室の床に何度も倒れた日々、泣くことも笑うこともできなくなった日々。それでも時間は止まらなかった。季節が変わりまた変わり、気づけば彼はヒマラヤの麓に立っていた。いや、座っていた。車椅子の上で山を見上げていた。最初の一漕ぎは震えていた。二度目は少しだけ落ち着いていた。100度目にはリズムが生まれていた。変化とは劇的なものではない。一回また一回の積み重ねが人を別の場所へと連れて行く。彼を変えた選択は登山を決めた日ではなかった。事故の後、最初にリハビリセンターのドアを開けた日でもなかった。それはもっと小さな、誰にも気づかれないような瞬間だった。泣き明かした夜の翌朝、それでも起き上がることを選んだ瞬間、諦めていい理由がいくつも並んでいた中で、もう一度だけやってみると決めた瞬間、その選択が今の彼を作ったシェルパたちの声援が風に混じって聞こえた。言葉の意味はわからなくても、その温かさは伝わった。人は言語を超えてつながれる。頂上はまだ見えない。雪煙が視界を白く染めていた。けれど彼の目は前だけを向いていた。変わったのは環境ではない。足でもない。彼自身の中にある何かの向きが変わった。それだけで人は全く違う景色の中を進んでいける。次の車輪が雪を踏む音がした。頂上が近づいている。次の車輪が雪を踏んだ。また一歩、また一歩。風がうなる。体が揺れる。それでも車輪は止まらなかった。標高5364メートル。カラカタール頂上まで残り500メートル。その瞬間だった。彼の両腕が動かなくなった。限界だった。8年間の準備、無数の訓練、積み上げてきた全てがその一点で
けそうになった。もう、いい。声には出さなかった。けれど心の中で、確かにそうつぶやいた。前を向くことができなくなった。雪の白さが目に刺さった。視界が滲んだ。涙ではなかった。疲労だった。孤独だった。絶望の形をした。静寂だった。その時、声が聞こえた。無線越しに、妻の声だった。あなたは、もうすでに、戻ってきた人よ。一言だった。たった一言。2018年、両脚を失った日、病院の白い天井をただ眺めていた日、生きていても意味がないと思った。あの夜、そこから彼は戻ってきた。死の淵から、絶望の底から、妻はそれを知っていた。どれほど深い闇の中にいても、彼が戻ってこられる人間だと知っていた。だから、一言でよかった。それで、十分だった。車輪が、また動いた。シェルパたちの声が、重なった。言葉はわからない。意味もわからない。それでも、その声の熱が、背中を押した。人間の温度というものが、確かにあるとするなら、それはその瞬間のことを言うのだと、彼は後に語っている。1メートル、また、1メートル。雪煙が晴れた。空が、見えた。青かった。これほど深い青を。彼は知らなかった。頂上に、立った。正確には、座ったままだった。車輪は、雪の上に静止していた。けれど、彼の魂は、確かに立っていた。足を失った日から8年。その日初めて彼は理解した。生きているとは動くことではない。前を向くことでもない。ただ、ここにいる。それだけでいい。風が止んだ。山が沈黙した。62歳の男が静かに泣いた。頂上の空の下で、雪の白さの中で、この瞬間から彼の物語は新しい形で語られていく。頂上から戻ってきた。それだけで世界が変わっていた。帰国後、彼の日常は表面上は何も変わっていない。車椅子は以前と同じものだ。家の間取りも変わらない。朝が来て夜が来る。ただ、その朝の意味がまるで違った。以前の彼は目が覚めるたびに思っていた。また今日も生きなければならない。義務のような重さがあった。呼吸することさえ苦痛に感じた日もあった。足を失ったあの瞬間から8年間、彼の朝はずっとそういうものだった。けれど今は違う。目が覚める。カーテンの隙間から光が差し込む。彼はただその光を見る。それだけで胸の奥が暖かくなる。生きている。その感覚が今は恐ろしいほど鮮やかだ。妻との関係も変わった。言葉が少なくなった。けれど、その沈黙が以前とは全く違う。以前の沈黙は空虚だった。言いたいことを言えないまま時間が過ぎていく。あの重さだった。今の沈黙は満ちている。二人でコーヒーを飲む。窓の外を並んでみる。それだけで十分だとわかる。あの頂上で彼女が言った一言がある。あなたはもうすでについているのよ。その言葉の意味を彼は今も毎朝噛みしめる。地域の子供たちに話す機会が増えた。学校に呼ばれることもある。彼は特別なことを語らない。ただ、自分が見たあの頂上の景色を話す。雪の白さ、風の音、シェルパたちの顔、妻の声。子供たちは静かに聞く。62歳の男が車椅子で座り、穏やかに笑いながら話す姿を目を離さずに見ている。言葉ではなく、その存在が何かを伝えているのだろう。彼は言う。諦めなかったのではない。諦め方がわからなかっただけだ。その言葉に会場がいつも静まり返る。笑いながら言う。でも、その目は真剣だ。
足を失った日から始まったことがある。それは終わりではなかった、始まりだった。と、今なら言える。この物語にはまだ続きがある。諦め方がわからなかった。彼は笑いながらそう言った。でも、その言葉は誰よりも重かった。足を失った日から始まったことがある。絶望ではなく、問いだった。自分はまだ生きていていいのか。その問いに答えを出すまで8年かかった。ヒマラヤの頂上で風を受けながら彼はようやく気づいた。生きているということは動くことではない。前へ進もうとすることそのものだと。頂上まで残り500メートル。彼は止まった。手が震えた。車輪が岩に刺さった。諦めようとした。その瞬間、妻の声が聞こえた。言葉ではなかった。ただ、名前を呼ぶ声だった。それだけで、また動けた。人は、誰かの声で立ち上がれる。いや、車椅子でも、山を登れる。シェルパたちの手が、彼の背中を押した。見知らぬ人たちが、涙を流していた。5364メートルの頂で、彼は空を見上げた。何も言わなかった。言葉はいらなかった。あなたにも止まりたくなる瞬間がきっとある。もう十分だと思う夜がある。でも覚えておいてほしい。諦め方がわからないまま進み続けた人がいる。62歳で山の頂に立った人がいる。この物語は彼一人のものではない。前へ進もうとしているすべての人のものだ。今日も見てくれてありがとう。この話があなたの心に何か一つ残ったならそれだけで十分だ。